今日は私は実際は福島でもう名誉教授フリーランサーになって勝手に活動しているわけでありまして、組織的に動いているわけではありませんが、個人的に得られるデータについて得られた結果を若干ご紹介させていただきたいと思います。私はこういう研究を始める前はですね、今環境省はいろんなその環境問題で小動物から含めていろんな動態調査を始めましたけども、一番最初に実はやったのは私でありまして、放射能の生物間移動モデルというのはこれ私が勝手に作ったモデルでありますが、おそらく陸上生態系の中ではこういう形で放射性降下物は移行しているであろうというモデルであります。常識的に書いただけでありますが、まず植物と土壌が大いに被爆した。植物は特に外部被爆した。でその後、土壌に、植物が汚染した植物が落葉したりしているわけでありますが、このモデルの中でですね、土壌微生物という項目を入れております。これは私が農営科学の出身であるから、こういう観点が非常に重要であるということで入れてありますが、土壌微生物を食べながらいろんな、微細なこれから出てくる小動物がいますが、そういうものがずっと上に行っていろんな小動物になって大動物あるいは最終的なそういうものを食べる人間に行くということがあります。で、今進行中の事態というのは、土壌に降ったものが植物に吸収されつつあるということでありまして、外部被曝から内部被曝に進行している。で、今までのここの会議でも何回か出てきましたけども、この土壌から植物に対して A から B に対していくのは移行係数という形で、トランスファクターという形で、いろんなデータが出ております。で、今日ご紹介いたしますのは、土壌からこの小動物に向かっていろんな経路があるわけですが、全くここはブラックボックスでありますが、いろんな経路を通って、土壌から小動物にどういう程度にセシウムが濃縮しているかということ。で、今日は特に、AG の 110M というものがどういう経路を通って濃縮しているか分かりませんが、濃縮ケースがどういうふうになっているかということをセシウムとの比較でご紹介いたします。で、植物をいろいろ取ってきている途中にですね、雨が降ったりしますと植物が濡れますので、その時は小動物を取ってきました。で、それをラジオオトグラフ取りますと、ここにコオロギ、トノサマバッター、カタツムリ、イナゴ、カメムシ、ホタルのヤゴみたいなやつがございますが、カタツムリは非常に汚染している。すべての小動物が放射能汚染している。この実態は何か分かりませんが、汚染しているということは明らかであります。で、今日お話しますジョロウグモが、このように、お芝ラジオトラフ取るのは非常に難しいんですが、こういうふうに大変汚染しておりまして、例えば体の中の中腸線と思われるところが点々点とこういうふうに非常に強く汚染しております。で、今日はジョロウグモのお話しますが、これはこのジョロウグモを契機にしてですね、AG の 110M を発見した契機をお話しいたします。で、ジョロウグモは台風の前の日に行った時にですね、雨が降っておりまして、この網が非常に水玉に濡れて、ジョロウグモがたくさん見えました。で、これを片っ端から植物取れませんのでこれを片っ端から取りまして、帰って、農学部に来てですね、アラヤンの施設で、私はその当時ゲルマニウム半導体使えませんでしたので、そこにある、アロカのガンマスペクトロメトリーで NAI の方式で測る方式で、ここのセチウム137のピークの領域を幅を広くとって測定しましたところ、結構高い値でジョロウグモからセチウムが検出されました。で、そのデータをですね、ここにいる田野井君が横から見てましてですね、先生これ高いですねって、結構高いですけど、これちゃんと正確にゲルマニウム半導体で測らなきゃダメですよという話でありまして、じゃあ測ってくれませんかということで、他のサンプル測定しなきゃいけないのをちょっと横にその時置いてですね、測っていただきました。そうすると次の日にですね、この137の横に先生面白いピークがあります。
これ何のピークか分かりませんけど、これ一緒に測ってる可能性がありますよっていう話になりまして、じゃあこれ同定してくれないかということで、同定してもらったら、また次の日にですね、これは銀の 110M だという報告を受けました。で、なぜかというと、銀のピークがこのように、ゲルマニウム半導体の特有のガンマ線のピークがこう出てきているということからですね、銀がちゃんと16号では検出されましたということであります。ここのところが先ほど言いましたセチウムの137のピークが2つに分かれている左側が銀のピークであります。で、じゃあ銀というのはなんで、110M っていうのは銀というのはなんで出てくるんだという話でありますけれども、それは原理的にですね、AG の109と AG の107っていうのは安定同位体で50-50の状態で、存在する、その109をニュートロンが中性子がヒットしますと、威嚇生態と言いまして、AG の 110M という不安定な核になりまして、この不安定核は不安定であるがゆえに、ベータ線を出しながら、カドミウムの110に崩壊していきます。その時同時にガンマ線、今言いましたガンマ線の、いくつかピークがあるんですが、主要なこの4つのピーク、先ほど同定したのは、セチウムの横に、137の横にあったのは、この 657.8 っていう、ケブっていうエネルギーのところでありますが、これを、こういうふうになります。で、その半減期は 249.95 日でありまして、現在はだいたい原子炉爆発した後、4分の1ぐらいに下がっているはずでありますが、じゃあこの銀はどこから来るかという話でありまして、実は、ものの本を読みますと、銀は原子炉の中性子の制御棒の被覆材であるということであります。で、中性子を、ニュートロンを銀が吸収しまして、減速材に使うわけであります。連鎖反応をそれで制御しているということであります。ですから、銀が検出されたということは、この制御棒が崩壊して、ボーンと飛んできたということですね。要するに原子炉が崩壊したっていう、メルティングを起こしたということの直接的な証拠なわけであります。これ、陸上の生物で AG の 110M を見つけたっていうのは私が初めてでありまして、海に関して、海とか海洋生物に関しましては、チェルノブイリの研究で、スウェーデンかノルウェーの研究者が見つけております。で、私がこのブログで10月の30日に、去年の10月の30日に開示しましたら、11月の1日に文科省がなんと、AG の 110M の土壌分布っていうのをホームページで発表しました。測定検査は非常に低いわけでありますが、その後に発表しました土壌分析のデータとセシウムの分布と非常に勾配が似ておりまして、やはり飯舘村の方に向かって、北西の方に向かって、銀も飛んでいると。ただしその濃度はですね、計算しますと、20ベクレルから100ベクレルパーキログラムという非常に薄い濃度っていうか、セシウムに比べれば1000分の1ぐらいの濃度であります。で、具体的にその今のジョログモのデータを数値化して、田上君に測ってもらいますと、AG が1398、で、セチウムの137が2000と、3分の2ぐらいの値になっておりまして、その時の土壌は、29790ベクレルという、しかし銀は21ベクレルという非常に薄い濃度でありますが、しかしジョログモはこんな高い濃度になっている。つまり濃縮しているということであります。で、濃縮係数というのを出してみます。土壌の放射能に対して生物体の放射能というのを比を取りますと、濃縮係数、コンセントレーションファクターと言いますが、これを今のジョログモに対して計算いたしますと、銀に関しましてはコンセントレーションファクターは66倍であると。で、セシウムに関しましては 0.07 倍であると。非常に低い。つまりセシウムの濃縮度合いに比べまして銀は急速に濃縮されているということが明らかであります。今日の話はこれが結論でありまして、あとはここから機能していろんな生物でどうだろうかということを片っ端から測っていった結果を紹介します。
いろんな生物について、じゃあ小動物についてどうなんだろうということで、我々の定点観測地点は飯舘の飯豊地区というところで、大体空間線量が去年は 5.37 ベクレルぐらいあるところで、測ります。こっちは水辺で、こちらが崖でありますが、水辺なので非常に植生が豊かで、野生動物がうごめいております。測定しましたのは、ジグモ、オニグモ、ワラジムシ、アキアカネ、スズメバチ、セアカゴミムシ、ミミズ、イナゴ、カタツムリ、カエル、トカゲ、チョウチョウ、アリ。それ以外にですね、50種類ぐらいまだあって、マシンタイムが詰まっておりまして、測定値が出ていないので、今日は今ご紹介いたしました順番に測定値をご紹介いたします。これがその数値でありますが、銀が、赤字で示しているところが、銀の非常に高い1000ベクレル以上のものが、ジョロウグモ、ジグモ、ワラジムシ、取った場所がいろいろ違います。それからカタツムリ。で、やっぱりベクレル、セシウムに関しましても高いところは1万ベクレル以上のところのものは、ジグモ、ワラジムシ、カタツムリ、カエル、トカゲ、アリというふうになっておりまして、トカゲとかチョウチョとかアリとかいうのは、銀をあまり濃縮しないっていうか、ゼロではありませんが、検出限界以下であります。で、これを測定するのは、土日を使って測定していただいておりまして、だいたい22万セック秒以上かけて測定しておりますので、測定件数がまだまだ少ないので、一般化できないわけでありますが、この中から一般的に何が言えるかということをお話しさせていただきますと、先ほど一番最初に土壌から野菜あるいは植物への移行係数っていうの、トランスファーファクターっていうのは、ここでも皆さん何回か紹介していると思いますけど、IAEA の報告でありますと、大体このトランスファーファクターというのは、非常に低くてですね、植物に関しましては、稲の場合、結構高いのが出てるわけですけども、0.05 以下、ほとんどが 0.05 以下であります。これを頭の中に入れといていただきますと、じゃあ小動物のトランスファーファクターはどれぐらいなのかということであります。こういう、ここら辺の 0.4 ぐらいとか、0.05 あたりでずっと推移しておりまして、先ほどの植物のだいたい10倍ぐらいの濃度で濃縮されているということがわかると思います。桁が違います。で、今の、じゃあ、銀はどうかと言いますと、銀ははるかにセシウムよりも高い値でありまして、高いところでは、例えば、ジグモは250というコンセントレーションファクターになっております。例えば、カタツムリは150。で、これも場所と種類によってですね、あるいは採取時期によっていろいろ違うので、まだまだ点数が少なくて一般ができないんでありますが、全体的にざーっと言って、どうなるかっていう話を今しております。で、この銀のコンセントレーションファクターに対する、銀のコンセントレーションファクターに対するセシウムのコンセントレーションファクターをそれぞれの動物について比を出しますと、先ほどのジョロウグモ、一番最初の発見しますと、ジョロウグモはなんと960倍というセシウムよりも960倍の濃度で、濃縮度合いで、銀を濃縮しております。要するに銀の濃縮度合いがセシウムの1桁、2桁以上高い。要するに急速に銀というのは濃縮しているということはお分かりかと思います。結論的にはですね、総括いたしますと、要するに銀の濃縮係数はセシウムのだいたい2桁ぐらい以上の濃度を示すということは、それぐらいの速さで濃縮しているということであります。今日紹介しておりませんが、実は土壌のカリウムの K40 というのの測定値が測れたものだけで計算しますと、このセシウムと銀の
間ぐらい、だいたい1から10の間にカリウムの濃縮係数はございます。小動物に関しましては。で、それではですね、この銀とかセシウムっていうのはもともと必須元素でありません。動物や植物、微生物、どれにとっても必須元素ではありませんが、じゃあなんでこういうものが生物は濃縮するんだということであります。特に銀は非常に積極的に小動物が濃縮しています。土壌から直接濃縮しているわけではありませんで、土壌を媒介として先ほど言いましたように、植物なり、あるいは、微生物を媒介として、次々と食物連鎖を通じて、濃縮されていったということでありますが、濃縮の機構は何なのかということであります。で、それをやるのには、いろんな生物をたくさん取ってきてやらなきゃいけないわけですが、コガネグモでやった例をご紹介いたしますと、コガネグモを小国地区で、斜面で20匹ぐらい同一のところで捕まえます。で、それを元素分析いたします。そうしますと、コガネグモの例えばナトリウムはこういう濃度で移行して、移行じゃなくて、これは各個体、雲の各個体のナンバーでありますが、こういうふうになっておりまして、一見してわかりますように、このナトリウムとかカリウムとか、セシウムは濃度のトレンドが似ておりますね。それぞれの個体の比が非常に似ているということはわかると思います。で、ただしですね、ここでよく考えていただきたいのは、ナトリウムは例えば、セシウムの約10万倍以上の濃度であります。セシウムはそれほど非常に少ない。ppb のオーダーでありますが、せいぜい数 ppb のオーダーであります。しかし、ナトリウムは数百 ppm のオーダーです。数千 ppm のオーダーであります。要するに10万倍の濃度でありますが、この両者は非常に相関係数高い。こんな微量なものがですね、ナトリウムと非常に相関係数が高い状態で動いているということでありまして、一定の地区で、コガネグモならコガネグモが、そこにある土壌中のセシウムを一定の割合でいつも吸っているということがここでわかると思います。じゃあ銀はどうかと言いますと、銀に関しましてもやはり同じように、銅と比較いたしますと、銅とのトレンドが非常に高く、他の元素との比較をしていましたが、あまり相関ありませんので、ここで省略しますが、銀と銅の相関は 0.73 というふうに、非常に高い相関があります。この場合も、銀は、数 ppb のオーダーであります、数字 ppb のオーダーでありますが、銅は ppm で、だいたい銅と銀の比率は4000倍ぐらいのオーダーで、銅の方が高いんですが、こういう微量な銀がですね、銅のトレンドと同じように、絶えずいろんな個体で同じ比率でその土壌から吸収されて存在しているということであります。で、この意味するところは、常識であれば、生物学者としては常識でありますが、おそらく、セシウムの生態による吸収のメカニズムというのは、カリウムとかナトリウムの膜輸送体を通して吸収しているだろうと。なぜかというと、セシウムとカリウム、ナトリウムは、周期律表の 1A 系列に存在しまして、同じ一価の価値音であります。で、銀に関しましては、おそらく銅の膜輸送体を通して、吸収しているであろうと。で、なぜかというと、銀と銅、それから金は同じ系列でありまして、1B 系列で、周期律の 1B 系列でありまして、イオンの形態が非常に似ている。イオンの形態、金属の元素としての性質が非常に似ているということであります。で、放射能汚染土壌からいろんなものを経由していきまして、雲なら雲がこういうものを腸なら腸から吸収して、体を動かすときにですね、カリウムとかナトリウムとか、銀の場合はカッパーとかっていう輸送体を、悪く言えば、うまく言えば、間違って吸収するっていうか、銅と間違って吸収するっていうか、そういうメカニズムで放射性硬化物というのは結構吸収してどんどん生物濃縮されているということが明らかであります。
結論です。生態系において植物よりも小動物で急速にセシウム130や137の生物濃縮が進行している。生態系のある種の動物、多分節足動物、イカタコも多いわけですけども、節足動物では銀はセシウムよりも急速に生物濃縮をされている。で、小動物においてはセシウムはカリウムやナトリウムの、銀は銅の膜輸送体を通して体内吸収や体内移行していると予想される。最後に謝辞でこれらの方々に、施設の利用及び、私はリタイアしておりますので、実は東大の施設は簡単には使えなかったわけでありますが、いろいろとご配慮いただきまして、これらの方々に、共同一緒に研究したり、施設の利用に、協力していただいております。研究費は愛知製鋼。参考までに私がここでお話しなかった特に植物の汚染の問題とか、今の銀の汚染の問題っていうのは、ウィネップというブログを見ていただければ、去年の6月ぐらいからずっと恒常的にご紹介しておりますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。以上です。ありがとうございました。いくつかご質問が来ております。銀の濃縮というご発表でしたけれども、その濃縮の数値計算の出し方が土壌に対する数値ということで表されておりますが、その妥当性と、あと妥当性といいますか、何を分母にするかという問題だと思うんですが、本来は捕食物、要するに蝶々とか、そういうものが食べるものではないんだろうかと、土からなぜ計算して、他と比較するのですかというご質問です。それはですね、フォールアウトの研究っていうのは、要するに何を基準にしなきゃいけないかっていうのが、いつも問題になりまして、植物の場合、移行係数っていうのが使われてますけど、もう3桁ぐらい、極端に言うと3桁ぐらい、土壌の種類、品種に、植物の種類によって触れますから、ベースに何を使うかっていうのは、比較検討するときに、いつも問題になるテーマであります。とりあえずは、土壌の現在の土壌の中の濃度っていうのを表示するより仕方がないというふうに考えておりまして、こういう仮説を立てながらやっていったときに何らかの一般的な法則性が得られれば、それはある程度真実に近づくんではないかということで、非常に荒々な研究を進めているわけでありまして、こういう自然環境の中でのその生態学っていう生態環境の中での法則性を見出すっていうのはものすごく私自身もやったことないし難しい問題でありますので、そこら辺は、仕方がないかなって今そういうベースでやる。はい、ありがとうございます。あと植物に限らず、いわゆるような小動物でもカリウムやナトリウム、そういったものを取り込む膜輸送機構というのは存在するんでしょうか。もちろんあります。動物の実験では真鍋先生もこの前お話ししましたけど、筋肉の中のセシウムっていうのはほとんどカリと同じような形でターンオーバーしてるっていうことですね。虫などにもそういうトランスポーターはあると。そうです。はい。あらゆる細胞はトランスポーターを持たなければイオンを通過しない。文科省がモニタリング調査をされているというのは今日示されたんですけれども、食品衛生法上このような銀の規制というのは必要だと思われますか。銀の規制ですか。もしくはこれは考慮されているんでしょうか。私も最初非常に気になったんですが、水産物に関しまして今日紹介しなかったですけれども、イカタコのですね、中腸には結構高い銀が検出されております。で今発表されているイカとかタコっていうのはみんなそれを除いた数値で発表されていますので、筋肉にはセシウムは出ますけれども銀は全く出ない状態なので、そういう処理で発表する限りは安全だろうということと、もう一つは、銀の半減期は250日ですからどんどん減衰していくだろうという楽観的な考え方で、食品安全委員会は銀に関しては規制値をかけないというふうに去年の段階で決めたみたいですね。それは仕方がないんじゃないでしょうか。はい、はい、先生いろいろお答えいただきありがとうございました。